うございます。僕です。砂漠、雪、気象タイム。それではポズレドバイ旅2日目スタート。僕たみ。おはようございます。これはホテルからの様子です。奥に見えるのが7つ星ホテルと言われているブルジュアルアラブホテルです。ピカピカしている建物は昨日降りた駅。昨日はこの歩道橋を通ってモールを抜けてホテルに来ました。今日はまたモールを通ってこの変な建物スキー場へ行きたいと思います。その前に腹ごしらえルームサービスを頼もうと思いましたが、前日夜11時までに注文しなくてはいけませんでした。残念。こんな時モール直結なのでカフェでサクッとご飯を食べられたのが便利でした。さて腹ごしらえも済んだので出発です。ホテルとスキー場は端と端下なので15分くらい歩きました。見てください。こちらが屋内スキー場です。外は40度近いというのにここはマイナスの世界だなんて不思議な国ですよね。僕の足取りも軽いです。チケットは事前でネットで購入した方がお得ですが、受付についてはネット注文も当日購入も一緒にするので渡されました。早めの到着をおすすめします。チケットの中にはスキーウェアと手袋、新品の靴下、長靴が含まれていたので手ぶらで来れます。更衣室もあるので有料で、多くの人がロビーで上から羽織る状態の服装で来ていました。更衣室にお金をかけたくない方はロビーでウェアを着るだけの状態で来ると楽です。靴を借りるときにサイズを聞かれます。その時23.5ではなくヨーロッパのサイズ表である37と伝える必要があるので、あらかじめヨーロッパサイズをメモしておくことをおすすめします。手袋は防水ではないので、気になる方は追加料金で防水手袋に変えることもできます。僕たちは3時間くらい遊びましたが特に気になりませんでした。またポケットがついていないので肩掛けの防水スマホケースを持って行ったのが便利でした。スキー場の様子です。スキーエリアが半分以上を占めているのですごく広く雪遊びができるわけではないのですが、ゴムソリに乗って滑ったり、除雪車で遊んだり、また滑ったり、十分楽しめました。全体の様子です。スキーは今回のコースに入っていなかったので行っていません。小さな子がこの辺りでレッスンを受けていました。屋内スキーと聞いて侮っていましたが、サラサラで思ったよりもいい雪でした。途中に飲んだホットチョコが体に染みます。チケットには特に制限時間が書かれていなかったのですが、3時間くらいでトイレに行きたくなったり疲れたりお腹が空いたりだったので、着替えてすぐ近くのチーズファクトリーでランチをしました。実はここ店内からスキーが見えます。ガラスたった1枚で寒暖差がすごいです。アメリカ発のお店らしくとても濃厚な味付けでどっしりくるチーズケーキでした。美味しかった。お昼ご飯をゆっくり食べ、一旦ホテルで休憩後3時から砂漠ツアーへ行きました。ツアーはホテルまでお迎えに来てくれた車に乗って1時間ほど都会から砂漠地帯へと進みました。ここで突然降ろされたらどうしようとママは心配だったそうです。もちろん大丈夫でした。1時間くらいすると休憩所のようなところに到着。ここで一旦トイレ休憩なのか40分ほど怪しい休憩を挟みました。待っている間にバギーやジュースなどを勧められました。両者との癒着を感じざるを得ません。というのは半分本音でもう半分は車が砂漠を走りやすい用タイヤの空気を抜いたりするそうです。バギーは150リラハム約6000円くらいだったのでやってみようと思いましたが、とにかく暑い。ドライバーは今日は40度くらいだから涼しくていい天気だよと言っていました。嘘でしょ。エアコンのある休憩所があったのでそこで待つことにしました。遮光カーテンで覆われていてちょっとカオスな状態でした。人が出入りするたびに熱風が入ってきていました。
いよいよ砂漠ツアーです。前に走っているような車が砂漠のいろんなコースを走ります。日産かトヨタの車しか見かけませんでした。砂漠の中をぐんぐん進むなんて日本車すごい。結構揺れると聞いていましたが、車酔いしやすいままでも大丈夫でした。Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. 10分くらい進むと砂漠に降りて写真コーナーでした。ここで数回突然現れて写真が撮れたのですが、なんと申し込んでいるツアーではない書き込みの売り込みでした。撮影後に20ディアハムを要求されたので焦りました。道理で他のツアー客を撮影しようとしなかったわけだ。ドライバーも強く言えないんでしょうね。砂丘に登ります。僕は前に鳥取取砂丘に行ったのですが、比べ物にならないくらい永遠に砂漠で世界の広さを感じました。砂丘からそり滑りができました。その後また20分ほど場所を移動してラクダ体験へと進みました。ラクダは無料でこの小さい空間を一周10分くらい無料で乗れるのですが、大混雑。1人20ディアハム支払うと10分乗れ。ラクダ使いの方が歩きながら動画や写真をたくさん撮ってくれたので記念になりました。おすすめです。さあ、いよいよ砂漠のど真ん中でディナーです。会場は結構整備されています。フォトスポットも作ってあって映えますね。到着したらフリードリンクを飲んだりスナックを食べたりしてショーが始まるのを待ちます。砂漠の夜は寒いと聞いていましたが、昼夜の差はないせいか無風で暑かったです。ハンデファンやうちわなどが欲しくなりました。子連れは特にあった方がいいかもしれません。水、コーラ、スプライトは無料で何回でも飲むことができました。オレンジなどのフルーツジュースは別料金でした。ツアー客が揃うと女性の妖艶なダンスが始まりました。中東に来たって感じでテンションが上がります。ダンスが終わるとディナーです。ディナーといっても揚げ餃子のような食べ物でした。パパからバーベキューを食べると聞いていたのでちょっと残念。この会場に来る途中にいくつかこのような施設があったので選ぶツアー会社によってショーの内容やご飯のメニュー、また砂漠ツアーのコースなど若干違いがあるようです。でもダンスショーやファイヤーダンスなどすごく見応えがありました。なんだかんだありましたが今回のツアー大満足でした。午前中は氷点下の世界、午後は灼熱の世界へと冒険した僕たち。貴重な経験に大興奮して今夜も爆睡でした。明日は砂漠のホテルに行く予定です。ぜひチャンネル登録して次の動画もご覧ください。ラクダの立ち上がり方ってダイナミック。